はい、皆さん、こんにちは。今年はね、コロナパンデミック的にも、世界情勢的にもね、いろいろね、新しいことが始まる年だと言われてるんですけど、干支的にも確かそうだったし、実際僕の人生の中でもどんどん新しいことが増えてきてて、僕の周りの人も今年はなんかいろいろ新しいことをスタートしようとしてる人たちが多いんですけど、みんなはどうですかね。なんか、今年はいつもと違うことしてみようか。あるいはね、いつも通り過ごすのか、なんかいろいろね、意見聞かせてください。そして世界情勢的にも荒れてきましたね。ロシアとウクライナ問題。アメリカはどうするのか、中国はどうするのか、台湾とかもう本当に世界中が大混乱の状態。北京オリンピックもそこそこ荒れましたよね。今パラリンピックやってますけど、そんな中国でね、少し前にかなり話題になったからみんなも知ってるだろうけど、消えたテニスプレイヤーの問題。去年の11月2日、中国のテニス選手、ポン・シュアイ選手が中国最大の SNS ウェイボーにある衝撃的な内容をつぶやきました。7年前、私たちは性的関係を持ったことがあった。あなたは共産党常務委員に昇進して北京へ行き、あなたは私を自分の部屋に引き入れた。私と性的な関係を結んだんだわ。なんとポン・シュアイ選手は元中国共産党最高幹部副首相の張高麗氏に性的暴行被害に加え不倫関係だったことを告発したんです。中国最高意思決定機関ということなので、中国のね、政治のトップの方ですからね、そんな方とのスキャンダルを告発してしまった。しかも中国、事実だったとしても本当何されるかわからない。なんと告発文投稿からわずか30分で SNS サイトから中国当局により削除されてしまったんです。しかし情報社会、人気アカウントだったら10秒でもね、投稿されてたら一瞬で保存されて、もうネットから削除することはできませんよね。当然この告発文は世界中に広まって、真相はどうなのかって話題になりました。ただ、なんと恐ろしいことに、その直後、ポン・シュアイ選手は行方不明になってしまったんです。大坂なおみ選手も Where is ペンシュアイ、ペンシュアイはどこにいるのっていうハッシュタグをつけて Twitter に彼女の安否を心配する旨を綴っていて、その後も Where is ペンシュアイのハッシュタグでの投稿が数々投稿されました。彼女の行方がわからないまま11月18日、中国メディア CGTN がポン・シュアイ選手が女子テニス協会 WTA にメールを送ったと報じました。その内容が、ポン・シュアイです。発表された最近のニュースについて、私自身が確認検証したものではなく、私の同意なしに発表されたものです。そのニュースは真実ではありません。私は行方不明ではありませんし、家で休んでいるだけです。すべて問題ありません。いや、十分問題だらけだろう。なんで本人じゃなくてね、中国のニュースメディアがそれを報じたのか、立ち回りが怪しすぎる。そしてその2日後、再び中国メディア CGTN がポン・シュアイ選手の近況報告ということで、メッセージアプリ WeChat に投稿された写真と飲食店で食事をする動画が投稿されたんですけど、なぜか日付を強調する会話がされているのが不思議だと話題になりました。これについて女子テニス協会の最高責任者も、このメール、写真、動画、これだけじゃさすがに証拠不十分だからということで、異例の中国の政府に調査を要求したんですね。アメリカではバイデンが検証可能な証拠を提供するべきだと発表したんです。本当に世界中が注目したテニス選手の告発文書。11月21日には IOC のバッハ会長がポン・シュアイ選手とテレビ電話をして、彼女は元気な様子だったと報じたんですけど、12月に入ってバッハ会長はポン・シュアイ選手との面識がないと発覚して意味がわからない。面識がないけど、彼女は元気そうだったよつってでもその人は会ったこともないし見たこともないんだよねみたいな。いや、どういうことなら本人ってわからないじゃんっていうね。そこで再び調査が要求されたんですね。そして12月19日、ポン・シュアイ選手を記者がインタビューし、その動画が公開され、そこでは彼女は性的暴行を受けていたことを否定し、たくさんの誤解が生まれていると答えました。全く問題なく過ごしていると。1ヶ月のマインドコントロール成功。いや、そう。実際にね、その告発文章をね、最初から最後まで読んでみると、確かに、なんていうか、恋愛関係でありながら、途中から向こうの強引なね、行動に逆らえなくなったみたいな感じで、解釈によっては男女の恋愛のもつれ、または強要する性的要求から回避できなかったのか的な感じで何とも言えないんですよね。よくあるじゃないですか。知り合いのカップルのね、別れ話で女性側の話と男性側の話全然違くて食い違っている的だ。そんな感じで片方の話だけを聞いてる分にはちょっとわからないですよね。真実が見えないというか。ただこの中国のテニス選手に関しては真実が永遠にわからないかもしれないとも言われているので、何かやばいことがあったら消されてしまうのがやっぱ中国のやり方なのか。実際に約1年前にはアリババのジャック・マー氏が金融フォーラムで中国の金融当局を批判した直後、3ヶ月ほど行方不明になるということが起きていたんです。彼
彼だけではなく2015年12月にはクセイ国際のグオ・グワングチャング、2016年1月にはザオ・ツェングチアン、すいませんちょっと発音わからないです。2020年3月には起業家のジン・シキョウが政府のウイルス対策について批判した直後姿を消したんです。中国政府の圧倒的な権力から影響力があり権力のある中国の大富豪の末路は習慣化し、そのいずれかだと汚職事件を暴露した海外に亡命した不動産王の各文記は言います。海外に逃亡したとしても中華人民共和国国家安全部という中国版ね CIA みたいなのがね実際に他の国まで追いかけてきて拘束して連れ戻すらしいですね。恐ろしすぎるわ。本当にね逃げ場なくどこまでも追いかけてくるそうです。北センチネル島までも来るかな。 No place to hide、 隠れる場所はないと、主にこれらの国で強制帰国が行われているそうです。アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本もねちらっと、これ狐狩りといって7年間で約1万人が強制帰国させられているそうなんです。2019年がピークで2041人。こういった世界の人権を守るセーフガードディフェンダーという人権団体の一員も中国に関する否定的な情報を広めたとして黒い刑務所に2週間収容されていたそうです。中華料理で好きな食べ物ベスト3、ホイコーロー、よだれ鶏、やむちゃん。このように大物政治家、富豪、女優、弁護士、ジャーナリスト、誰であっても無理やり言いがかりをつけられて捕らえられる。つい最近では日本大使館員もね一時拘束されるといった報道されていました。本当過激化する各国の行動、時代が時代なのかどんどんね白日のもとにさらされてて、この先どうなるのか全く予想がつきませんよね。ついこの間フンガトンガフンガハーパイが噴火しましたよね。あれでね一つ思い出した事件っていうか出来事があって、1908年6月30日、第一次世界大戦の6年前の朝7時14分、中央シベリアの上空で太陽のごとく光る球体が突如現れ、シベリアの森林地帯へと落ちていき、広島原爆の300倍40メガトンのとんでもない巨大爆発が発生しました。その衝撃で爆心地周辺半径から 30km を焼き尽くし、2000平方キロメートルの木々がなぎ倒され、なんと 1000km 離れた民家のガラスが割れるほどの衝撃波が発生したんです。爆発によって生じたキノコ雲は数百キロ離れた場所からも確認できて、爆破によってヤコ幸運という特殊な雲が発生したことで広い範囲で数夜にわたって夜空が明るくなり、真夜中でも本などが読めるほどだったそうなんです。2000平方キロメートルの木々がなぎ倒されたって、これほぼね東京都のね面積と同じですからね。東京に落ちたらこんな感じ、運が悪かったらこうなっててもおかしくなかったっていうのが自然の恐ろしさ。当時爆心地から 60km ほど離れていたところに住んでいた人曰く、突如空が真っ二つに割れ、そこに火の玉が現れ、北側は全て火に覆われた。その瞬間自分の着ている服が燃えているかのように熱くなり、次の瞬間数メートル吹き飛ばされたと語っているんですね。どんな光景なんですかね。火がね突如現れて、しかも北側は全て火に覆われたと、それだけの爆発って見たことないじゃないですか僕たち。一番近いものだと1954年アメリカが行ったキャッスルブラボー核実験ですかね。 TNT 換算15メガトン、広島原爆の1000倍の威力だそうです。完全にねエヴァのセカンドインパクト。ただミステリーはここから、爆心地には人が住んでいない山奥だったし、時代はね1908年日露戦争と第一次世界大戦の間、世界情勢的にもね被害はほとんど出ていないから、今は戦争ってことですぐに調査には出かけなかったんですね。なんと調査に向かったのは爆発の13年後のね1921年だったんです。鉱物学者のレオニード・クーリックが連れたチームは爆心地ではなくその周辺を調査していたら、おそらくこれは巨大な隕石が巻き起こした爆発だと推測し、ソ連政府に調査の依頼をし、1927年にやっと爆心地を訪れました。隕石と聞いたらみんな何想像します？クレーターですよね。もちろんね隕石がぶつかってその衝撃でクレーターができるじゃないですか。当然ねそこにもバカでかいねクレーターがあると思って行ったんですけど、なんと現場にはクレーターがなかったんです。そこにあったのは焼け焦げた木々が一方方向になぎ倒されている姿だったんです。辺りには直径10メートル、深さ4メートルほどの穴が数十個発見できたんですけど、こちらは永久凍土が溶けた結果できる穴だと判明したので、これは違うと。また爆心地を上空から見ると、爆破の影響は横 70km、縦 55km のまるで
巨大な蝶の形をしていたことからツングースカバタフライと呼ばれているんです。ハンターハンターのネテロ会長のミニチュアローズを思い出しますね。不思議と現場では隕石が落ちた時の状況が確認できなかったんです。例えばアリゾナには5万年前に地球に衝突した30から50メートルほどの隕石によってできた直径 1.2 キロ深さ200メートルのクレーターがあるんです。隕石なら通常この光景を想像するんですけど、じゃあツングースカのはねどこに行ってしまったのか。空中で爆発したとしても隕石のかけらが辺りに散らばっているはずなのにその痕跡も見つからない。だとしたらこの地では何が起きたのか。1900年代初頭、ニコラ・テスラは電磁波ビームを数百キロ先にめがけて発射し、地球をリンゴのように真っ二つにすることができるデスレイ技術を発明していたとされています。彼はこの技術について当時のアメリカ大統領ウッドロー・ウィルソンに防衛目的で使用できるという内容の手紙を送っていたとも言われています。さらにその手紙には1908年にテスラの友人である探検家のロバート・ペアリーが北極地点を目指している道中、テスラのデスレイの出来を確認するためにペアリーが冒険している付近をめがけて稲妻を発射させたと書かれていたそうなんです。下手したらペアリー丸焦げだけどね、軽い気持ちで確認させるもんじゃないですよね。実際は何も確認できなかったそうなんです。興味深いのが、これほどの爆発はテスラのワーデンクリフで行うことは可能だと言われていて、実際にツングースカ大爆発が起こる3ヶ月前にテスラは同僚をアメリカ議会図書館にシベリアの地図を入手する目的で手配していたのが記録に今でも残っているそうなんです。これ本当かよ。本当だとしたらこれ繋げたくなっちゃうのが都市伝説信者。ただ現実的な話をしちゃうとね、100年以上経った今、原因だと思われるものが見つかっていて、現場には隕石などに含まれている宇宙物質の小さなかけらを発見したことから、おそらく小さな隕石がある角度でね大気圏に突入、衝突直前にエアバースト爆発したためほとんど大きな痕跡は残さなかったと。おそらくそれが原因だとは思うんですけど、今でもねミステリー好きからは様々なね怪しい説が浮上してるんですね。この隕石が落ちていたかもしれないシベリア、実はこの地に歴史から消されてしまった帝国が存在していたかもしれないことを皆さんご存知でしょうか。タルタリア帝国。半年前ぐらいから突如たくさんのリクエストが来たこちらのテーマ、都市伝説ブームの定期的に来るやつの一つですね。おそらく地球平面説、地球空洞説、地球にはね森が存在しない説。皆さんこれに次ぐ新たなシリーズ今日紹介したいと思います。なんと13世紀から18世紀あたりまでの世界地図を見てみると、今でいうロシアが位置するとこにグレートタルタリアという帝国が存在していたというんです。今でいうユーラシア大陸、シベリア、中央アジア、朝鮮半島、インドとここまで巨大な地域を占めていたなら、歴史の授業でね1回ぐらい聞いててもおかしくはありませんよね。けどみんな実際はどうですか？おそらくほとんど聞いたことないですよね。聞いたことあるとしたらタルタルソース。タルタルソースはこの地から来ているらしいんです。話を戻すと、ここまでのね巨大帝国、地図で見るとどえらいじゃないですか。かなり巨大な帝国ですよね。ここまでの巨大帝国、なぜ僕たちはあまり耳にしたことがないのか。みんなが学んだ歴史は大きく改ざんされたもので、もしかしたら真実は闇の中に埋まっているのかもしれません。なんとこの巨大帝国タルタリアはたった200年ほど前に彼らの持つ圧倒的な権力と高度な技術を恐れた何者かによって滅ぼされ、歴史から消されてしまったというんです。それぐらい消されたって、この200年間の間ね誰も語らないほど消されてしまったと。今注目浴びちゃってるけど、かつてのタルタリアは今でいうフリーエネルギーの技術を当時すでに手にしていて、そこには巨人や様々な奇妙な生物も生息したとも言われているんです。人種は主にアーリア人、モンゴル系タタール、そしてネイティブアメリカンだと言われています。皆さんこのような建物を見たことありますよね。てっぺんが卵型っていうのか、丸くとんがってるっていうのか、ロケットおっぱい的なやつですね。この形の建造物、アメリカ議会議事堂がまさにそうですし、タージマハールもね似たような見た目をしています。日本では築地本願、またスターフォートというね星の形をベースとした建造物もタルタリアの様式なんですけど、世界各地にもこの星型の建造物はたくさんあります。日本でいうところの五稜郭ですかね。これはタルタリア様式といって、彼らがかつて世界中に建造物を建設していたというんです。その説
つお世話になりました。世界中にね、建造物を建設してたというと、とてつもない権力になりますよね。しかし、1816年、タルタリア帝国は終わりを迎えます。1816年は一般的に夏のない年だと言われているのは皆さんご存知でしょうか。その前の年に起こったタンボラ山の噴火により、膨大な量の火山灰が空気中に放出され、太陽活動が低下した結果、北ヨーロッパ、アメリカ、カナダでは夏の異常気象が起きてしまったんです。その結果、農作物の不作が数年間続いて、飢餓や伝染病が発生し、死亡率が上昇したんですね。今でいう中国では多くの農作物が大洪水によって破滅したそうです。ただこの1816年の夏のない年の原因は火山の噴火ではなく他にあると主張する人たちがいるんですね。同じ規模の大噴火であった1883年のクラカタウの噴火、1912年のカトマイ山の噴火、1991年ピナツボの噴火などでは夏のない都市現象が起きていないので、別の要因があるはずだと、それが核戦争が起こったという説があるんです。核といえば発明されたのが1940年代なので、それよりも100年以上前に核が存在していたということになります。200年前、核爆弾の投下により核の灰が地球を覆い、暗闇が訪れました。核の冬により地球上で大規模な環境変動が起き、ミニ氷河期が地球上で発生したというんです。シベリアの針葉樹林は樹齢が150年から200年のものしか見つからないらしいんですね。普通なら500年ぐらいは生きるはずが、200年前あたりで何か大規模な出来事がシベリアの森を破壊したと推測されていて、山火事や森林伐採なども考えられますが、陰謀論的にはここで核戦争が起きたと言われているんです。ツングースカの時に発見されたクレーターのような小さな穴は、もしかしたら核兵器によって作られたものなのか。まだ仰天するには早いですよ。本題はここからです。核兵器の影響なのか、原因は何なのかわかりませんが、なんとその影響で大規模の洪水ならぬ泥の洪水が発生したというんです。マッドフラッド。泥の大洪水が発生したことにより、当時存在していたタルタリアの建造物などが泥で覆われてしまい、タルタリアの文明は土の下に埋もれてしまったと。実際に今立っている建造物の下部分を見てみると、半分地下に埋まっている窓を確認することができ、これは泥で埋まってしまった部分だと。実際に地面を掘り起こしてみると、埋まっていた箇所が浮き上がってくるというんです。僕の知識の範囲だと、これは地下という場所で、この地下にね、明かりを入れるために窓をね、作って半分だけ出している。どうやら違ったようだ。こういった素晴らしい建物は当時1900年以降ね、生きていた人たちが建てたものではなく、もっとその前のね、高度なね、技術を持っていた人たちが建てたものだと。それよりも前に高度な技術を持っていた人々が建設したもので、泥で埋められた歴史を掘り起こしたのが現代の人々だと。過去の高度な技術、文明はそのようにして何者かによって歴史を書き換えられてしまったというんです。要はリセットですね。一旦文明を崩壊させて新たな歴史を作る変える的な、モアイ像とかがね、分かりやすい例かもしれないです。このように下半身は地面に埋まってしまっているのが掘り起こされて気づきましたよね。そしてこのタルタリアが歴史から消されたという記述は、なんと CIA の機密ファイルにも記述されているというんです。1998年に機密解除されたこちらの文には、1944年8月9日にモスクワの共産党中央委員会はタルタリアの地方委員会にタルタリアの歴史を改ざんし、タルタリアの歴史は上書きされ、それまでソ連が行ってきた侵略などの行為を改ざんするという目的で、ソ連の歴史専門家や学者は共産党の命令でこれまでもイスラム教の歴史を隠蔽、そしてロシアが優位になるように歴史を上書きしてきた。真実を語ろうとする歴史の専門家は潰され、イスラム教の本当の歴史は永遠に閉ざさるように隠蔽してきましたと。このように歴史上の理由でね、隠蔽してきたことが書かれているんですね。話をタルタリアに戻すと、もちろん現実的な見解はシンプルに当時ヨーロッパの人々がモンゴルの人たちのことをね、あまりよく知らなくて、彼らのことをタルタリア、タタール人と呼んでいたというんで、それが時代の流れとともにモンゴルという呼び方が根付いてきて、タタールという言葉はモンゴルの東部に住む一部の部族のことだけを指すようになったというんです。はい、それだけです。現実はめっちゃシンプル。あえてね、このタルタリアの都市伝説は何も突っ込まずに進みましょうか。この手のタイプのね、都市伝説は突っ込んだところ
ころでキリがないんですよね。その現実は嘘だと言われてしまうので。なので、はい、何も突っ込まずに行きましょう。ただこれを調べているときにちょっと興味深いものを発見しまして、こちらも CIA のね、公式ウェブサイトで確認することができるんですけど、ある文献がね、一定期間 CIA にね、監視されていたことがあるんです。それが、アダムとイブのストーリー。この本は、チャン・トーマスがね、1963年と1965年に書いた本なんですけど、1966年に CIA がこの本の調査に取り組んでいたという記録があるんです。ただ具体的になんでね、調査に入っていたのかが明確じゃなくて、ネットの掲示板ではね、いろいろ議論されているんですけど、まあね、それら置いといて、実際この本にはね、どういったことが書かれているのか。トーマスさんは地球の大災害などを勉強していた方で、彼なりの見解で古代の出来事を語っているんですね。まあそれは地球が5000から6000年周期で磁場が弱まることで、マントルがゼリーのような状態になり、それによりマントルの上に浮かんでいる状態の陸地が90度移動すると。しかし海の水は位置を変えないので、水の入ったコップに固形物を入れてコップを回した時のような状態が起きると、つまり世界は水に飲まれてしまったと。磁極が収まることで再び安定するそうです。このように文明は何度も破壊と再生を繰り返し、今に至るというんですね。ギョビクリテペなんかがね、そこに当たる文明かもしれません。要はポールシフトのことですよね。セカンドチャンネルでもね、深掘り動画出しましたけど、磁場が弱まることでね、様々な大災害が起きてしまったと。だから文明はね、破壊と再生を繰り返していると。その考え自体は興味深いですよね。皆さんどうですかね、このタルタリアの都市伝説。いや、本当にリクエストがね、たくさん来たんですよね。2、3年前かな、3、4年前かぐらいで海外で話題になって、それがね、徐々に信者を増やしていって、日本でも話題になったのが去年あたりですかね。大体この都市伝説を信じているのが地球平面説、地球には森が存在しない説、あと地球空洞説とかね、そういったものを信じている人たちなんですね。考え方としては興味深いですよね。確かにね、歴史って勝者がね、都合いいようにね、書き換えてることは結構あると思うんですよね。これは陰謀動向じゃなくてね、実際にね、例えば YouTuber、芸能人、活動者がね、何か炎上しそうだったとするじゃないですか。炎上しそうな場合はね、裏でもみ消して、表に出る情報としては彼らにね、都合のいいような情報しかもちろん出さないように立ち回るじゃないですか。それは誰でもね、そうすると思うので、皆さんも自分が同じような状況だったらおそらくそうですよね。そんな感じで、確かにね、真実は闇の中に埋まっているかもしれないので、なんとも言えないんですけど、これに関しては正直ごめんなさい。僕がね、あまり熱が入れなかったこのタルタリアの都市伝説は、まだ完全には熱が入れなかったら逆にみんな俺にプレゼンしてほしい。なんかみんなはどう思いますかこちらの都市伝説、ぜひコメント欄に書いていってください。はい。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。